今回はチェンソーマン第109話、簡単ないじめのなくし方で、新たに分かったことを解説していきます。この動画は作品のネタバレを含みます。ぜひ本編を読んだ後にご覧ください。学校に正義の悪魔が現れたという、通報を受けてやってきたのは、黒いスーツのデビルハンターでした。黒いスーツを着用した、二人一組のデビルハンターといえば、第1部で登場した、公安のデビルハンターと特徴が完全に一致しており、彼らは公安の職員と見ていいでしょう。公安については、第1部の終盤でかなりの人員減が発生したことで、その存続を危ぶむ声もありましたが、第2部の時代においても活動しているようです。ただしデンジについては、公安に所属していないことが、これまでの吉田のセリフから判明しているため、現在の公安は悪魔魔人で構成された部隊を解体し、純粋に人間のデビルハンターのみで運営しているものと考察できます。そもそも得意4課に所属していた、悪魔魔人のメンバーに関しては、牧誠支配の悪魔が記憶や感情を操作して、都合よく使っていた背景があるため、牧魔が退場したことで、人間以外の公安デビルハンターの管理が非常に難しくなった。また、闇の悪魔との戦いで、人間以外の公安デビルハンターが全員死亡もしくは無力化した、という背景も、現在の公安の状況を考察する要因となります。現場に駆けつけた公安デビルハンターは、カマキリの悪魔を刺激しますが、第1部において血の悪魔に、あっさりと返り討ちにされたように、今回もパワーアップした優子により、瞬く間に退場させられました。こうしてわずか3コマで公安職員を退けた優子ですが、いじめをなくすため、続いて学校そのものを破壊し始めます。その後、朝をいじめていた主犯格の少女を捕らえますが、そんな優子の前に、正義のヒーローデンジが現れます。このデンジの登場シーンについてですが、いじめっ子が優子に捕まり殺されそうになるという、あまりにも完璧なタイミングで登場したことから、実際は少し前から近くにいて、一番かっこよく登場できるタイミングを、見計らっていたことがわかります。またこの場面でデンジは、本当は正体をばらしたくねえけどとも語っていますが、そんな考えが微塵もないことは、正義の悪魔と契約していない読者でもわかります。こうしてヒーローのように登場したデンジですが、まず朝をいじめていた主犯格である少女を、優子から助けました。この少女に関しては、チェンソーマンの正体を目撃した可能性が高く、その正体を隠しておきたい吉田の属する組織が、今後何らかの工作を行うものと考えられます。工作については、過去にアメリカからの資格を瞬殺した吉田博文の手により、速やかに実行される可能性もあり得ますが、記憶を改ざんする能力を持つであろう、支配の悪魔ことなゆたの協力次第では、穏便にその記憶を消すことも可能でしょう。今後のストーリーにおいて、デンジのバレてモテるという目的が達成されてしまうのか、それとも吉田博文の処理が先行するのか、要注目のポイントです。こうして念願だった、女子の前でチェンソーマンに変身、を達成したデンジですが、直後にタラーンと言いながら、手を大きく振り上げてポーズをとっています。このタラーンというセリフは、第1部で初めてレゼにあったデンジが、口から鼻を出す手品を披露した時にも使っていた擬音であり、デンジが女性に向けて発する、お気に入りの言葉なのかもしれません。またデンジについては、その後の戦闘でもテンションが高く、チェンソーマンが戦ってるよと叫ぶなど、前回までと打って変わって、全く緊張感がない演出でストーリーが展開していきます。この戦闘においてチェンソーマンと対峙する優子は、姉を名乗る謎のキャラクターの力にて復活し、その体を強化されているものの、手も足も出ない様子で、ゴキブリの悪魔との戦闘でも、大衆からの人気を得ている割には、かなり強いという印象を受けたチェンソーマンですが、悪魔からの恐怖が増しているせいか、明らかに第一部の時代よりも、強力になっていることがわかります。これまでのストーリーで明らかになったように、正義の悪魔と契約した優子は、人の考えていることがわかる独身術のような能力を持っています。この力を使うことで、夜の攻撃や作戦をすべて無力化させており、朝の征服つよつよ剣が生成されるまでは、圧倒的に優位な立場を保っていました。しかしチェンソーマンとの戦闘において、大きすぎる力量差が露呈したことで、再度独身術の能力を戦闘に用いることを思いつきます。しかしながらデンジには、この力が全く通用せず、その脳内は、自然な感じで正体がバレてその結果モテたいという、
横島な思考で埋まっていました。こうして優子の独身術を退けたデンジは、第一部の時代から培ってきた戦闘経験と、頭のネジがぶっ飛んだ様子を披露し、優子を圧倒しました。ここでデンジが優子にとどめを刺したことで、朝が優子を殺すという、武器化の条件がクリア不可となり、夜が悲願としていた、優子の武器化は失敗となりましたが、チェンソーマンが優子を討伐したことから、朝の心には、チェンソーマンを倒す動機が芽生えています。これまでは、自分の体を返してもらうために夜に協力する、という立場をとっていた朝ですが、今後は、友達だった優子の復讐のためにチェンソーマンを倒す、という共通の目標に向かって、朝と夜が協力関係になるといった展開が描かれるでしょう。またここまでの流れについては、105話の考察動画のラストにおいて、予想した展開に概ね準じており、こちらの動画もぜひチェックしてください。こうしてチェンソーマンにより優子が討伐された後、巨大化した優子の影響で、意識を失っていた朝が目を覚まし、即座に夜と表の姿をチェンジします。朝の体の所有権は、朝が恐怖しているタイミング以外では夜にあるため、無意識の際はこのような乗っ取りが可能となるようです。こうして姿を現した夜は、念願かなってチェンソーマンとの開口を果たすものの、現時点では征服つよつよ剣を用いない限り、デンジにはとても叶いそうにありません。現時点で征服つよつよ剣が、どこにあるのかは不明ですが、朝は下着姿で立ち尽くしており、この後の展開で、どのようにチェンソーマンに対応するのか考察してみましょう。これまでのストーリーで明らかになっている通り、夜は自分に惚れたものを武器にすることが可能で、欲望に忠実なデンジが、下着姿の見たか朝に一目惚れするといった展開はごく自然です。しかしながら朝と夜は、デンジがチェンソーマンに変身する場面は目撃しておらず、デンジイコールチェンソーマンという事実は把握していません。そのため、夜が吉田に対して行ったようなアプローチは、実行される可能性は低く、そもそも夜は、チェンソーマンを武器にすることは目的としておらず、あくまでも核兵器を吐き出させることを目指しています。ここで注意したいのが、核兵器を保持しているのは、チェンソーの悪魔状態のチェンソーマンではなく、マキマが狙っていた、ポチタの真の姿こと、地獄のヒーローチェンソーマンです。つまり核兵器を吐き出させるという目的を達成するためには、第一部でのストーリーと同じく、デンジとポチタの契約を、何らかの方法で破棄させる必要があると考察でき、これまでの言動を見る限り、夜の単独行動では、この達成は不可能でしょう。こうなると、やはり前回のストーリーで登場した、姉の関与が必要不可欠であり、このキャラクターが今後の鍵となりそうです。そんな姉を名乗る人物ですが、今回のストーリーにおいては、その姿を見せませんでした。ただし姉が、有効巨大化して復活させ、学校での騒ぎを大きくしたおかげで、夜の、学校に悪魔を呼んでチェンソーマンをおびき出す、という目的が達成されたことから考えても、姉が何らかの意図で、夜を陰ながらサポートしていることは確定的です。そんな姉を語る人物について、今回はその能力の観点から正体を考察してみます。第一部に登場した最強格の悪魔といえば、闇の悪魔、チェンソーマン、銃の悪魔、ですが、この三者の力はそれぞれ、人間の肉体を変貌させる、肉体を失った魔人を悪魔として復活させる、肉片を取り込んだ悪魔を格段にパワーアップさせる、という様々な能力を所持していました。優子の巨大化した様子を見る限り、姉を名乗るキャラクターは、これら3体の強力な悪魔に並ぶ力や恐怖を集めていると考えられ、やはりその正体は、飢餓、死、正義、のいずれかである可能性は濃厚です。様々な考察が飛び交う姉の正体ですが、皆さんは何の悪魔だと予想していますか？ぜひコメント欄で教えてください。以上、今回は第109話について解説しました。学園ものという触れ込みで、ストーリーが開始したチェンソーマン第2部ですが、今回の優子の暴走によって、その校舎は壊滅状態となってしまいました。そのため次回からの物語の舞台について、壊れた学校のまま進む、一旦なユタを含めたデンジの日常が描かれる、戦争の悪魔とチェンソーマンの過去の回想が語られる、デンジを監視しているはずの吉田の隠密行動が描かれる、など様々なパターンが想定され、一体どのような展開になるのか要注目です。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画で紹介したもの以外にも、ぜひ独自の考察などをコメント欄で教えてください。
それではまた次の動画でお会いしましょう。